あなたは家族が抱える悩みを理解していますか？東京都練馬区の閑静な住宅街、そこにとある一家が住んでいました。夫はエリート官僚、妻は資産家の出身、中高一貫の私立に通う息子に礼儀正しい娘という、一見するとまるで絵に描いたようなエリート家族でした。しかしこの家族にはある一つの問題点があったんです。それは息子でした。息子はあまり人生がうまくいかず引きこもっていたんですが、両親、特に父親はそんな息子を心配していました。そして最終的にその父親がある理由から息子を殺害してしまうんです。元エリート官僚である父が息子を殺したこの事件、父親はすぐさま逮捕されたんですが、その判決は異例なものでした。果たして父親が主張する自らの正義とは？オーソス、結構本気で月に行ってみたいケンちゃんです。エリート宇宙人のヤミヤミコです。ミッドナイトムーン。本日ご紹介するのは、元エリート官僚が自分の息子を殺害するというおぞましい事件なんです。そしてこの事件によって引きこもりの高年齢化という日本社会が変える闇もクローズアップされるきっかけになったんです。というわけで一体この事件どういった経緯で起きてしまったのか見ていきたいと思います。息子を殺した父親。遡ること2年ほど前の2019年5月25日、東京都練馬区が今回の舞台。この日、中村家の息子誠44歳が一人暮らしを辞めて実家に戻ってきました。誠は約20年ぶりの実家暮らしに落ち着かない様子でした。父親誠一はそんな息子の様子を気遣ってか、こんな一言を投げかけるんです。片付けをしたらどうかな。この何気ないアドバイスに誠はなんと大激怒。なんでやねん。父、誠一に殴る蹴るの暴行を加え、さらには髪をわしづかみにしてサイドテーブルに叩きつけたんです。この日から誠一と妻は誠の暴力にひたすら怯える日々を過ごしていたんです。この暴力から3日後の5月28日、テレビのニュースを見ていた誠一はある事件のことを知ります。それは川崎市登戸通り魔事件。スクールバスを待つ小学生と保護者18名が無差別通り魔の被害に遭い、小学生を含む2名が犠牲になったんです。しかも犯人は犯行直後に自殺してしまいます。誠一はこの事件を知った時、ある感情が心を支配しました。その感情とは恐れ。通り魔は51歳の引きこもりの男性でした。そのため誠一は44歳で引きこもりをしている息子誠とこの通り魔の姿を重ねてしまったんです。犯行の直後、犯人は自殺したため動機は推測しかできません。連日のワイドショーではなぜ犯行に及んだのか様々な意見が流れました。それらを見るたび、誠一の中で息子を何とかしなければという思いが膨らみます。そして通り魔事件発生から3日後の6月1日、決定的な出来事が起こるんです。その日は近隣の小学校で運動会が開催されていました。賑やかな子供の声に誠は不機嫌に怒鳴り散らすんです。うるせえな、ぶっ殺してやるぞ。全く関係のない小学生に腹を立てる誠。その光景を見て誠一はこう思うんです。このままでは誠も他人に危害を加えてしまうかもしれない。それならばいっそ不幸を招く前に自らの手で。そう誓った誠一は息子誠になんと包丁を突き立てたんです。父による息子殺し、これはもちろん許されることではありません。しかし世間からは誠一を称賛する声も上がったんです。父親としての責任を果たした。加害者を責めることはできない。引きこもりの誠を危険分子とみなし、このように殺害もやむなしとする論調もあったんです。引きこもりだから同じように事件起こすかもってちょっとそれは考えが単純すぎるって思うけどね。そうっすよね。引きこもりイコール危険な人物っていうそう考えるのが何も考えてない証っすよね。いろんな理由あるのに外から見た状況だけで危険人物って考えるのがもうそう考える人の方が恐ろしいっすよね。とはいえ誠一には彼なりの苦労もあって息子の殺害につながっているんです。この誠一と息子の誠、一体どんな関係だったのか見ていきたいと思います。エリート官僚の光と闇。誠一は1967年に東京大学法学部を卒業すると農林水産省の前身である農林省に入省しました。そして34年後の2001年、農林水産事務次官に就任。事務次官とは省の長である大臣を助ける役目、各省庁における実質的な最終決定の権力者なんです。高級官僚の中でも最高位のポストだと言われています。しかし就任の翌2002年、BSE 問題の責任を取る形で退官しました。BSE とは狂牛病のことなんですけど、ちょっと前にもう日本中で話題になってですね、狂牛病のアメリカ産肉とかもう危険だみたいなことになって、産地を偽造したりとかその関係者が何人か自殺するとか本当に大きな社会問題になってるんです。牛丼屋から牛丼なくなっちゃって豚丼とかに変わってたわけね。いやそうなんですよね。
59歳で官僚を退官した誠一なんですが、官僚とは得てして天下りするもの。退官した2年後には農協共済総合研究所理事長に就任します。さらに翌年はチェコ全権大使を拝命。65歳まで充実した仕事人生を送りました。しかし仕事では華々しい経歴を残した誠一も、家族となると話は別。仕事で忙しかったため、家のことは妻に任せきりだったんです。資産家の出身である妻は子供たちを夫のような大人にしようと教育熱心でした。そして誠一が46歳のある日、帰宅すると家の中から罵声が。ざけんなよ。それは当時中学2年生の誠の声。驚いて中に入ると、そこには信じられない光景が。誠が妻を殴っていたんです。驚いた誠一はもちろん止めに入りました。理由を聞くと、妻が誠のものを勝手に捨ててしまったというんです。確かに怒るのはわかるんですが、殴るほどのことなのかと首をかしげる誠一。引っかかるものはあったものの、当時は仕事真っ盛り。なぜ暴力を振るうのか、息子と向き合う十分な時間はありませんでした。その後も家庭のことは妻に任せきりになるんです。仕事が忙しい人が家庭おざなりっていうのはよく聞く話ではあるわよ。まあそうっすよね。こうやってね、家族のすれ違いが起こっちゃったわけなんですよ。誠は高校卒業後、アニメ関係の専門学校と私立の大学に進学。就職はゲームやアニメの関連の業界を希望するんです。しかし就職活動は全滅。そんな誠を見かねた誠一は、コミックマーケットに同人誌を出してみてはどうだと提案します。息子の仕事探しがうまくいくことを願い、自らも同人誌作りを手伝ったんです。しかし同人誌は全く売れず、誠はここでも挫折。誠一はとにかく働いてみなさいと病院関係の仕事を誠に斡旋します。しかしそれも長続きせず退職。その後もちょこちょこ働いてみるも続くことはなく、とうとう33歳で無職になり引きこもるようになってしまったんです。誠一が仕事を退職した65歳の時でした。その時誠はすでに実家を出て妻が所有する物件に住んでいたため、父と息子の交流は疎遠になっていました。次第に狂っていく家族の歯車。そしてついに恐ろしい不幸が降りかかってくるんです。誠一には誠の妹でもある娘がいました。娘は誠ほど手を患うこともなくすくすくと成長。ご近所から小柄で礼儀正しい娘と言われる女性になりました。自慢の娘が年頃になった頃、縁談が持ち上がります。娘自身も相手を気に入り、2人はゴールインするかに思われました。しかしあることが原因で縁談は破談になったんです。その原因とは兄誠の存在。無職の兄がネックになり、先方から縁談を断られてしまったんです。結婚を心から望んでいた娘はそれ以降暗い表情が多くなりました。そしてとうとう自ら命を絶ったんです。誠一が70歳頃のことでした。さらには娘の自殺が引き金となり、妻がうつ病を発症。こうしてエリート家族はあっという間に崩壊したんです。まさに負のループって感じじゃないこれも。誠一がね、犯行に至るまでね、こういった経緯があったんですが、当時はね、この事件とね、川崎のね、上りと起こっていた事件、この2つがね、やり玉に挙げられてね、日本社会を象徴するね、8050問題っていうのがね、提唱されてたんですよ。というわけでね、ここで本日のメトラキーワード8050問題について。8050問題とは、高年齢者の引きこもりに関する社会問題のこと。かつて引きこもりとは15歳から34歳までという定義がありました。しかし引きこもりが長期化することで高年齢化していき、いわゆる子供部屋おじさん、子供部屋おばさんが増えてきたんです。親も高齢となり、収入や介護に関しての問題も発生するようになりました。年代的に80代の親と50代の子というパターンが多いため、8050問題と呼ばれているんです。1900年代は引きこもりは若者というイメージがありました。しかし高年齢化が進み、2019年の内閣府調査によると、40代から64歳までの引きこもりは約61万人もいるんです。61万人のうち約半数が7年以上の引きこもり。全国的な傾向として長期化していることが分かっているんです。今後9060問題へ移行していくことが懸念されています。引きこもりの原因や経緯はそれぞれで、一概に何が原因とは言えません。ですから解決策もそれぞれなんです。共通して言えることは、安心して過ごせる場所や自らの役割を感じられる機会が必要だということ。生きづらさを抱えている人々を受け止める社会を作ることが求められているんです。引きこもりイコールさ、危険みたいな偏見持たないっていう風に知らせるだけでもね、なんかそういう社会につながりそうだとは思うけどね。難しいけど、引きこもり悪くないからね。ただ、引きこもるんだったら、自分の生活費ね、親のすねかじってる人はね、ちゃんと稼いだりとかね、オンラインでいいから。多分そこがこう一流の引きこもりと二流の引きこもりの境界線なんじゃないですか。今回の中村家の場合はね、誠はね、生きやすい自分なりのコミュニティ、社会をオンラインでね、見つけたっていうのが、やっぱ原因としてあったんじゃないですか。息子の苦悩。
父はエリート官僚、母は資産家という上流階級に生まれた誠。しかし彼の毎日は決して楽しいものではなかったんです。その理由の一つは学校生活。同級生の誠の評価は散々なものでした。一方的に自分の話しかしない、話が通じない変なやつ。周りからこのように思われていた誠はクラスに馴染めず、殴られたり蹴飛ばされたりといった激しいいじめに遭います。それでもさすがは誠一の息子、成績は悪くはありませんでした。しかしちょっといい成績では満足しなかったのが母親。誠はさらに高みを目指すように言われます。ある日勉強をサボりゲームに熱中していると母親に見つかり大喧嘩。勉強の妨げになるものは捨てます。そう宣言した母親は誠が大切にしていたプラモデルを処分してしまったんです。これには誠が大激怒。ざけんなよ。この時の誠は母親に殴りかかるほどの怒りようでした。そしてこの頃から誠は母親に暴力を振るうようになったんです。いや、もう大切なものをさ、捨てられたら誰だって怒りはするんだけど、だからって日常的に暴力を振るってのはもう絶対違うわよ。誠は母親のね、圧力に耐えかねてね、そのはけ口として暴力でね、仕返しというか、そうするしかなかったんでしょうね。馴染めない学生生活、無関心な父親、認めてくれない母親、それらの苛立ちを暴力でぶつけてしまう自分、自己嫌悪ばかりが募る負のループ。誠の青春は輝かしいとは言い難い日々だったんです。さらに18歳の時、追い打ちをかけるような出来事が、人間関係がうまくいかないことを心配されたのか、ある日病院に連れて行かれた誠。そこで受けた診断結果は統合失調症。統合失調症とは幻覚や妄想という症状が特徴的な精神疾患なんです。後年誠は SNS でこうつぶやいています。18歳で統合失調症という呪われて生まれたからだ。私が一度でも産んでくれと親に頼んだか。18歳にして生まれたくなかったと思った誠。そんな気持ちのまま人生が好転するでしょうか。案の定就職がことごとく失敗したのはすでに述べた通り。しかしそんな誠でも人気者になれた世界があったんです。それがオンラインゲーム。誠は某人気オンラインゲームの有名プレイヤーだったんです。課金は月に30万円以上。支払いはもちろん誠一でした。時にはフレンドを増やしたくて誠一の名前を使うことも。本名中村誠と申しまして、元事務次官の具足であります。すごい人でしょ。国家レベルの人なんです。有名プレイヤーとして頼られ、フレンドの相談に乗ることもあった誠。リアルの世界では実現できなかった自分がオンラインには存在したんです。ゲームの世界に入り浸る時間は増え、比例するように現実社会との関わりは減っていきました。こうして子供部屋おじさんが出来上がったんです。8050問題で世間の注目を集めたこの事件、実は別の理由でもう一回ね、有名になるんです。上級国民への忖度。裁判での誠一は息子を殺したという起訴を認め、懲役8年が求刑されました。メトラの皆さんならここでおやと思われた方もいるかもしれません。この求刑、殺人罪としては相当軽い内容なんです。殺人罪の場合、減刑されても10年から12年が一般的。求刑8年というのはかなりの情状酌量があったんです。誠から家庭内暴力や同人誌の制作を手伝うといった努力が考慮された結果、判決は求刑からさらに2年減った懲役6年。情状酌量があったとはいえ、殺人という重罪、執行猶予はつかず実刑6年が確定したんです。情状酌量で刑が軽かったっていうのがその注目されたとこなの。それだけだったらそこまでね話題にはならないんですけれども、実はね、裁判にはまだ続きがあるんです。執行猶予なしの実刑が決まった誠一。控訴しなければすぐに刑務所へ入るはず。しかし実刑判決が出たわずか4日後、裁判所は不可思議な対応をするんです。それは誠一の保釈。実刑判決としては異例の決定なんです。保釈された誠一は実刑判決を受けたにもかかわらず、1年後も自宅で妻と暮らしていました。保釈が決まった後は実刑判決を不服として控訴。訴訟内容を認めていた一審と打って変わり、主張したのは正当防衛による無罪。誠が殺すぞと言いながら攻撃の様子を見せたため、命の危険を感じ包丁で応戦したと説明。一審で正当防衛の主張をしなかったのは償いたいという誠一の意向に沿ったためと弁護人は釈明しました。これに対し検察は誠一が妻へ書いた手紙を指摘。これしか他に方法はないと思いますと、誠殺害をほのめかす手紙を残していたんです。この手紙が正当防衛ではなく計画的犯行を証明していると指摘。これに対し誠一側は手紙を書いた記憶はないとし、手紙の記憶がないのは急性ストレス反応を発症して記憶が飛んだからと主張しました。無理やり感が否めない無罪の主張、異例の保釈、短すぎる刑期、これらに国民は違和感を抱きます。くしくも時を同じくして東池袋自動車暴走死傷事故の初公判が行われていました。当時87歳の元官僚が自動車で衝突事故を起こし、親子2人が死亡した事故なんです。この事故でも被告側が自動車の不具合を理由に無罪を主張。両事件とも加害者が高齢かつ元官僚であることから罪を認めない高齢者、上級国民は特別扱いといった批判が上がりました。結局誠一の無罪主張は認められず、2021年2月に
懲役6年の実刑が言い渡されました。実際のところさ、もう官僚だからって特別扱いはないとは思うけどね、信じたいけど。いやもうほんとそうであってほしいですよね、国民の中で差があると思うとね、もう税金なんてね、もう納める気持ちも失せますわな、そうだよね。家庭崩壊が招いたこの事件、誠の心の葛藤を紐解いていれば違った未来があったのではないでしょうか。2019年6月1日、事件当日の朝、誠は最後の SNS 更新でこう残しています。誰も一人では生きられない。親のおかげで生きていられるという意味なのか、それとも孤独を感じていたのでしょうか。